京都は日本列島のほぼ中央に位置しており、南北に細長い形をしています。面積は約4600平方キロメートル、人口約250万人です。県庁所在地は京都市です。今は日本の首都は東京ですが、古来京都は日本の首都でした。京というのは天皇の住居である皇居のある土地のことです。都には人が多く集まる場所という意味があります。町の発展を願って京都と呼ばれるようになったと言われています。町や長い歴史の中で育まれてきた文化が今に生きています。終戦前に建造された建物はその一つ。町屋と呼ばれる伝統的木造建築の住居は京都の町並みに溶け込んでいます。狭い間口と深い奥行きを持った敷地に建てられました。千本格子と呼ばれる細やかな格子からなる外観を特徴としています。奥行きのある細長い造りからうなぎの寝床と呼ばれています。お店と住まいが一体となった形式が多く、建築基準法以前に建てられています。この外観が京都らしい美しい街並みを形作っています。ところが近年様々な理由からこの町屋が減少しています。年間約800軒ほどの町屋がなくなっているようです。町屋の跡地には中高層のマンションが建てられ、京都らしい街並みが失われつつあります。道。京都市内の通りは南北と東西で規則正しく直行しています。その形は碁盤の目のように見えます。西暦794年に当時京都が日本の首都であった平安京の町づくりが基礎となっています。その形が今でも残っているのです。京都の中心部の通りは東西南北のいずれかを向いています。一つの方角さえ分かれば道に迷ってしまうことはありません。でもどこの交差点も同じような雰囲気なので、碁盤の目のどこにいるのかが分かりにくいこともあります。京都の住所表記は非常に独特です。他県の住所では目にすることのない呼び名が使用されています。住所は上がる、下がるや東いる、西いるといった表現をします。上がるというのは北に行くという意味です。下がるというのは南に行くという意味です。東いるとは通りの交差点から東へ行くということを表します。西いるとは通りの交差点から西へ行くということを表しています。今でもタクシーに乗るときにはこの言葉が使われています。旅行者にとっては京都の道を理解するのは簡単ではありません。でもそれらの通り名を覚えやすいように歌にもなっています。京の通り歌というわらべ歌があり、歌を覚えると京都の主な道はほぼ覚えられます。2つのパートがあります。東西の通りの歌と
南北の通りの歌です。東西の通りの歌。丸太系ビスに押しを行け。姉三六角タコ錦。視野破ったかまつまん五条。関田チャラチャラ大の棚。六条三鉄通り過ぎ。必丁越えれば八九条。十条当時でとどめさす。南北の通りの歌。寺五古府八富柳境。高い東車屋町。烏両替え室衣。新町か万座に塩川。油さめがいで堀川の水。吉合の苦労を見合え。松日暮らしに知恵光院。上福千本さては西陣。東西の通りの道だけでも覚えると観光には便利です。京都の中学生は学校のテストにこれらの歌が出ることもあるそうです。舞妓。舞妓とは伝統的な歌や舞などの芸で客をもてなすことが主な仕事です。おもてなしのプロフェッショナルです。舞妓はだいたい15歳から20歳くらいまでの少女です。舞妓として約5年間修行した後、芸妓と呼ばれるようになります。京都の舞妓の始まりは今から約300年前に遡ります。お寺の近くで一休みできる水茶屋と呼ばれるお店などで参拝客にお茶や団子を振る舞ったのが始まりとされています。はじめは茶屋の名の通りお茶や団子を出すだけでした。それがだんだんと茶屋の女性たちが舞や歌を披露するようになりました。置屋、舞妓、芸妓が所属している店のことです。舞妓、芸妓に芸やしきたりを教え、お茶屋へ送り出すことを仕事としています。お茶屋、お座敷と呼ばれる部屋をいくつか持ち、お客の要望に応じて、芸妓やお酒、料理などを提供する店です。初めて行く場合、紹介者がいないと断られることが多いようです。見ず知らずのお客さんを断る、一見さんお断りのスタイルをとっています。花街、お茶屋や置屋が集まって形成している町のことです。京都の祇園は全国的に有名です。今でも祇園では美しい舞妓さんや芸妓さんを見かけます。茶道。茶道は日本文化の中でも特に人気を集めています。京都では茶道文化が根付いています。茶道は日本の伝統的な様式に従い、お茶をもてなす亭主が客人に茶を出します。客人が亭主のおもてなしを受け、お茶をいただくことを言い、茶の湯とも呼ばれます。茶道には様々な流派があります。流派によって使われる道具やお茶を振る舞う方法が違います。表千家、裏千家など様々な流派や家元があります。家元。家元とは日本の芸道などを正統として伝える家または人のこと。着物。京都の着物はとても有名です。今でも街中で着物を着た人を見かけます。京都の文化と深く結びついています。その理由は長い歴史と高度な技術です。技術や品質に加え、
美しい柄や色合い、そしてデザインも有名です。特に帯が高く評価されています。西陣織の帯はその細やかな柄で有名です。格式のある場面や特別な日に選ばれます。西陣織の色糸は一本の帯に50色以上使われることがあります。西陣織で織れないものはないと言われるほど繊細な模様ができます。着物には様々な柄があります。それぞれの柄には特定の意味や願いが込められています。桜、豊かさ、物事の始まりを意味します。桜は日本の国の花です。着物によく使われています。古い言葉で桜の差は田の神、蔵は神のいる場所を意味し、作物が豊かに実るとされてきました。また桜といえば花見を想像する人も多いと思います。ですが、花見ももともと桜の下で五穀豊穣を願って行う行事でした。鶴、長生き、夫婦円満という意味です。日本では鶴は千年と言われ、長寿の象徴として古くから用いられてきました。また、鶴は相手と一生を添い遂げることから夫婦円満の象徴になっています。そのため、鶴の柄は結婚式の花嫁の定番の模様になっています。扇、明るい未来という意味です。扇は末広がりの形をしていることで、おめでたい柄の一つとされています。末広がりとは、扇の形から来ています。扇は先の方へ行くと、だんだん広がっています。未来への展望が明るいという意味があります。日本では、祝いの席のお祝いとして扇を贈る習わしがあり、今でも礼装として着る着物にはセットで扇を持つことが多いです。着物には多くの決まったルールがありますが、2つのポイントを紹介します。1つは季節を考えます。いつ着るのかということです。春なのか夏なのか、季節によって着物を選びます。日本には四季があり、その春夏秋冬の季節ごとに着られる着物が決まっています。もう一つは場所。どこで着るのかということ。結婚式なのか街歩きなのかを考えます。着物を着ていく際、その着物が場所に合っているかを考えます。場に適切な着物を着ていくことによって相手への敬意を示しています。寺と神社。京都にはお寺や神社が多くあります。お寺の数は約3000、神社の数は約1700です。首都が京都になった時、多くの公家と呼ばれる貴族や上級役人が京都に移り住んできました。この当時の公家たちの間で多くの寺が建てられました。当時の公家たちは非常に宗教心が強く、寺を作ることに力を注ぎました。また、仏教が衰えて天変地異が起こると信じられ、政治は悪化し、反乱が起こりました。さらには天災が続き、
人々は非常に不安な生活をしていました。そこで阿弥陀仏という仏を信じれば来世では極楽浄土の天国に行けると信じました。そのため多くのお寺や神社が建てられました。寺は誰でも建てられたわけではなく、建てるためには多くのお金が必要でした。当時京都には財力と権力が集まっていたと言えます。金閣寺。北区金閣寺町にある金閣寺は京都を代表する観光スポットです。正式名称は六恩寺といい、お釈迦様の骨を祀っているとされています。その場所が金箔に覆われており、一般的に金閣寺と呼ばれています。金箔に覆われている金閣寺は金運アップのご利益があると言われています。金閣を中心とした庭園、建築は極楽浄土をこの世に表したと言われています。世界文化遺産にも登録されています。金閣寺、正式には自正寺と言います。足利義政の山荘として作られました。義政の死後、お寺となりました。現在は世界文化遺産に登録されています。実際には金箔は貼られてはいませんが、六恩寺の金閣に対し銀閣と呼ばれています。禅の精神が宿る落ち着きがあるお寺です。清水寺。東山区にある清水寺は今から約1200年以上前に建築された歴史ある建造物です。本堂は崖の斜面に張り出した巨大な木造の舞台になっています。舞台の高さ約13メートルです。舞台に使われた柱の数は139本です。樹齢400年以上の欅が使われています。一番の特徴は釘を一本も使っていないことです。日本では思い切ったことをするときによく清水の舞台から飛び降りると言います。これはこの清水寺の本堂が高いことからその舞台のことを指しています。また年末恒例の今年の漢字が書かれる舞台にもなっています。平等院。10円玉を見てください。平等院の姿を見ることができます。鳳凰堂として知られています。日本で権力を持った貴族として有名な藤原道長の長男頼通が建てたお寺です。池にある島に鳳凰堂は建てられているので池に浮かぶように見えます。それはまるで極楽浄土にいるかのような美しい姿です。この世にあの世を再現したと言われています。今に平安時代の庭園の名残を伝えています。当時京都に使徒が移された平安遷都の時に建てられた国立の寺院です。その歴史は1200年を超えます。弘法大師空海によって日本で初めての密教寺院になったことでも有名です。また五重塔は徳川家光が再建しました。54.8 メートルというのは木造建築の中で
日本一の高さです。八坂神社、厄除け、縁結びの神として知られています。古くから祇園山として親しまれています。これは八坂神社が1868年までは祇園社、祇園観心院と称したことに由来します。日本三大祭りの一つ、祇園祭は京都の代表的行事です。伏見稲荷大社、全国3万社ある稲荷神社の元となった神社です。商売繁盛や穀物の豊作の神様です。中でも赤い鳥居が1000本立ち並ぶ姿はとても美しいです。また、最寄りの JR 駅からもアクセスしやすいので、観光スポットとしてとても人気があります。食文化。京都には様々な美味しいものがあります。その代表として京料理と呼ばれるものがあります。それは京都の長年の歴史の中で形成された料理で、次の5つの料理の総称です。大京料理、精進料理、本膳料理、懐石料理、有職料理、大京料理。平安時代の貴族社会での宴会料理です。形式に従った切り方、寸法、盛り合わせを重視した調理法が基本です。素材の味そのままに、お酢、塩、醤油などの調味料で味付けをします。珍しいものを食べることにより、貴族の権威を見せる意味がありました。中でも野菜は下品な食材とされ、食べられていませんでした。そのため、あまり健康的とは言えない料理だったようです。精進料理。禅宗の教えに基づき、限られた材料を使った料理です。元は僧侶たちの食事として始まり、それが発展しました。肉類や魚類を使わない植物性の食事です。野菜、山菜、大豆、果物などが中心です。ですが、調理方法を工夫し、様々な味や色を楽しむことができます。本膳料理。本膳料理は、武家が中心だった室町時代に発展した料理です。お客をもてなすために、お酒や食事を出すことから始まった料理です。冠婚葬祭の儀式などに出す正式な日本料理です。客をもてなすため、食べきれないほどの料理を膳に盛り付けることで、見た目を大切にします。日本料理の原型をなす料理です。懐石料理。料亭などで提供されることが多い豪華な和食です。元は茶の湯で来客をもてなすための料理として生まれました。懐石料理は茶道の基礎を築いたとされる千利休が始めたとされています。本来は濃い抹茶を飲む前に食べる料理のことでした。和食の基本である一汁三菜の形です。ご飯とお吸い物、3品のおかず、香のもので構成されます。山菜にあたるおかずは、なます煮物、焼き物の3種です。懐石料理が始まった頃は、
とてもシンプルだったと言われています。現在のような豪華な料理が出るようになったのは、茶道から離れて宴のための料理になったからだとされています。有職料理。武士の時代である室町時代の公家の料理、本膳料理を元にしています。公家、幕府の上級官僚が楽しんだという料理。高級な食材が好まれました。しかし、京都は海から遠く、新鮮な魚介類を手に入れるのは難しい場所でした。そこで様々な野菜を使って色とりどりの料理を生み出しました。多種多様な京野菜が作られるようになったのもそのためです。季節の素材を使い、彩りも美しい京料理には日本の春夏秋冬が感じられます。季節別の京料理を紹介します。春。春の京都は春の野菜であるタケノコやわらび、ゼンマイなどの山菜料理でお客様をもてなします。特に春の訪れが感じられるタケノコご飯はとても美味しい料理です。夏の訪れを教えてくれる食材はハモです。夏の京料理には数多くのハモ料理が使われます。新鮮なハモ特有の爽やかな味は京都の夏を代表する一品です。秋。日本の秋を代表する食材といえば松茸。京都でも秋になると数多くの松茸料理が提供されます。松茸ご飯、天ぷら、土瓶蒸しなど松茸はいろいろな料理に使われています。また、もう一つの秋の顔といえば栗料理です。特に栗ご飯や栗の渋皮には栗の甘みを感じられる秋料理です。冬の京都は寒さが厳しいことで有名です。雪が降り始める頃、フグ料理やカニ料理を楽しめるようになります。フグ刺しや鍋料理、雑炊、白子焼きなどの数々の料理が楽しめます。また、冬にはカブなどの根菜類が多く使われます。このように京料理には季節を代表する素材を使ったものが提供されます。また素材だけでなく、お皿には季節を感じられる葉や花が添えられています。妻物と呼ばれています。代表的なのは秋のもみじ、冬の椿などです。食材以外にも料理に込められたおもてなしの心が感じられます。水。京都は豊富な地下水に恵まれた土地で、その高度の低さで知られています。そのため、昆布の旨味が出やすいのです。他にも、その豊富な水で作られた新鮮な京都の野菜は、栄養豊富さと昼夜の寒暖差により、とても美味しいです。野菜本来の旨味を生かす料理方法で調理されます。調理方法は、塩、だし、醤油を使い、非常にシンプルです。ですが、食材が本来持っている美味しさを存分に味わえる工夫がされています。京都の食文化は豊富な水により発展しました。お茶。京都は古くからお茶の名産地として知られています。特に宇治茶は
静岡茶や狭山茶とともに日本三大茶として有名です。京都はお茶の栽培に適した土地でした。お茶を育てるには安定した雨量と昼夜の気温差が大きいことが条件です。また、水はけの良い土地が向いています。そのため、山間部に位置している宇治市近辺や宇治田原町、和塚町などでお茶の生産が盛んに行われるようになりました。昔は薬とされていたほどお茶には栄養が豊富です。お茶は京都の長い歴史の中で育まれてきた文化の一つです。京都はその昔、日本の首都として栄えてきました。神社や寺院などの歴史的遺産が多い町です。そのため、景観が守られ続け、町全体が古都ならではの落ち着いた雰囲気を味わうことができます。